こんにちは、みどりです。皆様お元気でお過ごしでしょうか？今回のテーマは、心の境界についてです。人間関係がうまくいかない。人といると疲れてしまう。あの人を見ているとイライラしてしまう。そういった気持ちになることはありませんか？こうした悩みの背景には、境界の問題が関係していることがあります。このトークでは、ゲシュタルト療法という心理療法の中でも重要な概念である境界についてお話しします。境界というのは、私と私以外のものとが出会い、関わり合う接点のことです。私たちが世界とどのようにつながるかを形作る心理的、感情的な膜のようなものだと考えてください。境界が健やかに保たれていると、自分を大切にしながら他者とも充実した豊かな関わりができます。一方で、境界が歪んでしまうと、さまざまな問題が生じやすくなって、それが生きづらさの原因につながることも少なくありません。まず最初に、健全な境界とはどういうものかをお話ししましょう。健全な境界とは、自分と他者の違いをきちんと区別しながらも、お互いが無理なく関わり合えるしなやかな仕切りのようなものです。固く閉ざす壁でもなく、かといって境界がなくなってしまう状態でもありません。必要に応じて形を変えながら、心地よい関係を支えてくれる大切な働きがあります。この境界が整っていると、私は私、あなたはあなたという感覚が自然に保たれます。自分の気持ちや選択を尊重して、それに責任を持つことができます。同時に、相手の気持ちや選択も受け止めながら、必要以上に踏み込みすぎない関わりができるようになります。相手の感情や課題を背負い込まず、自分と相手それぞれの領域を尊重した関係を維持できるんです。健全な境界を持っている人は、ノーということを恐れません。自分を守る必要があるときには、きちんと距離を取ることができます。一方で、心を開きたいときには、イエスと言って、相手を受け入れることもできます。その時の状況や自分の状態に合わせて、境界の厚みを柔軟に調整できること。これが健全な境界の特徴です。この感覚があることで、自分を見失うことなく、相手とも無理のない形でつながることができるんです。健全な境界とは、自分を大切にしながら、相手との関係も大切にできる状態。そのしなやかさが、人との関わりを安心できるものへと育てていくんです。では次に、不健全な境界についてお話しします。ここでは、境界の歪みとして知られる代表的な4つのタイプを挙げてみます。1つ目はコンフルエンスです。これは自分と他者との境界が曖昧になり、まるで相手と溶け合うように、あなたイコール私の状態になってしまうことを指します。
相手の感情と自分の感情の区別がつきにくくなる状態です。例えば、パートナーが悲しんでいると、自分も同じように落ち込んでしまい、相手の気分に引きずられてしまうような場合です。また、空気を読むことに意識が向きすぎて、自分の考えよりも周囲の雰囲気に合わせてしまうときにもこの傾向が見られます。一体感や調和を大切にすることは素晴らしいことですが、それが行き過ぎると自分が何を感じているのかが分かりにくくなってしまいます。境界の歪み2つ目はイントロジェクションです。これは外部からの価値観や信念を自分なりに吟味することなく、そのまま取り込んでしまう状態です。女性はこうあるべきだ。親の言うことは正しい。人に迷惑をかけてはいけない。こうしたメッセージを幼い頃から繰り返し受け取り、それをあたかも自分の本音であるかのように内面化している場合がイントロジェクションです。例えば、安定した仕事に就きたいと思っていても、それが本当に自分の望みなのか、それとも親の価値観の影響なのか、わからなくなっているとき、これに当てはまるかもしれません。境界の歪み3つ目はプロジェクションです。これは自分の中にある感情や欲求を認めることができず、それをあたかも他者の中にあるかのように感じてしまう現象です。相手は自分を嫌っているに違いないと感じるとき、その思いが実は自分の内側から生まれていることがあります。また、自分が誰かに怒りを抱いていることに気づかないまま、相手が自分に怒っていると思い込んでしまうのもその一例です。プロジェクションが起きると、現実の相手と向き合っているつもりでも、実際には自分の心が映し出した幻の他者を見ている状態になってしまいます。そのため、不必要に関係を悪化させてしまうことも出てきます。境界の歪み4つ目はレトロフレクションです。これは本来は外の世界や他者に向かうはずだったエネルギーが自分自身に向けられてしまう状態です。誰かに怒りを感じているにもかかわらず、それを表現できないまま、そのエネルギーが自己批判として内側に向かってしまうケースがこれにあたります。どうして私はこんなにダメなんだろうといった自責の思いが強くなるときには、レトロフレクションが起きている可能性があります。この場合、感情を外に出すことへの不安や、先ほどお話ししたイントロジェクションが背景にあることも少なくありません。境界に歪みが生じていても、それが心理的な課題として自覚されるとは限りません。多くの場合、なんとなく生きづらい、人間関係がうまくいかないという原因をうまく言葉にできない苦しさとして現れてきます。コンフルエンスが慢性化すると、自分の気持ちや欲求が分かりにくくなり、自分は本当はどうしたいのかが見えにくくなっていきます。相手に合わせることが当たり前になるため、気づかないうちに無理を重ねたり、慢性的な疲労感や虚しさを抱えたりすることもあります。
人との距離が近すぎることで、相手のちょっとした反応にも強く影響を受けやすくなり、人間関係そのものに振り回されてしまうことも珍しくありません。イントロジェクションが続くと、こうすべき、こうしてはいけないといった考えが心の中で強まり、自分の本音との間にズレが生まれていきます。その結果、満たされない感覚やどこかしっくりこない感覚が積み重なっていきます。本当は望んでいない選択を重ねてしまうことで、自己否定や罪悪感が深まり、自分への信頼感が揺らいでしまうこともあります。プロジェクションが強まると、自分の内側にある受け入れがたい感情や欲求を相手の中に見出してしまい、相手をありのままに受け止めることが難しくなります。きっとこうに違いないと思い込みやすくなり、誤解やすれ違いが増えていきます。こうした状態が続くと、人と関わることそのものに緊張や不安を感じやすくなります。これは多くの場合、無意識に起こるため、自分では気づきにくいです。そのため、知らないうちに人間関係の負担が大きくなってしまうんです。レトロフレクションが続くと、本来外に向けられるはずだった感情やエネルギーが自分の内側にとどまり続けます。怒りや悲しみを表に出せないまま抱え込むことで、自己批判が強くなったり、自分を責める考え方が習慣化することもあります。また、感情が表現されない状態が続くと、頭痛や肩こり、熟眠できないといった身体の不調として現れることもあります。このように、境界に歪みが生じると、生きづらさを感じやすくなったり、人との関わりに疲れやすくなったり、体調を崩しやすくなったりします。では、不健全な境界の歪みがある場合、どうすれば健全なものに整えていけるのでしょうか。専門的なセラピーが役立つこともありますが、日常の中で意識して取り組めることもあります。まず必要なのは、自分の感覚、感情、ニーズに気づくことです。今自分はどう感じているのだろうと、一日の中で何度か立ち止まり、問いかけてみてください。多くの人はネガティブな感情を否定的に捉えがちですが、どのような感情が湧いてきても、そのまま受け止めることが大切です。悲しい時には悲しいんだね。悔しい時には悔しいよねと自分に優しく寄り添ってあげてください。また感情を外に出すための安全な方法を持つことも助けになります。相手に直接伝えることが難しい時にはノートに書き出したり、信頼できる人に話したりするだけでも気持ちはだいぶ楽になるものです。次に、これは自分の考えなのか、それとも誰かから影響を受けたものなのかと見分ける姿勢も大切です。特に、こうすべき、こうしなければいけないといった考えが浮かんできたときには、その言葉が今の自分にとって本当にしっくりくるものなのか、少し時間をかけて見つめてみてください。もしかしたら他者の価値観を
自分のもののように受け入れてきたのかもしれません。ノーと伝える練習も教会を守る上で欠かせない一歩です。誰かの頼みを断るときに罪悪感を覚えるのは、良い人であるべきといった外からのメッセージが影響している場合もあります。相手を大切に思う気持ちは尊いものですが、自分の気持ちを尊重することも同じように大切なことです。これまで断ることが難しかった方にとって、いきなりノーというのは簡単ではないかもしれません。それでも少し勇気を出せば言えそうな小さな場面から始めていくことで、自分のニーズを尊重する感覚を少しずつ取り戻せるでしょう。自分にとっての心地よい距離を知ることも欠かせません。人との関わりの中でどこまでなら安心できるか、どこから負担に感じるかといった感覚に意識を向けてみてください。会話の長さや関わる頻度、頼み事の受け方など、日常の小さな場面で自分の感覚を確かめていくことで、無理のない関係の築き方が少しずつ見えてくるでしょう。最後に、体の感覚に意識を向けることも忘れないでください。ゲシュタルト療法では、感情は体の感覚として現れることがあると考えられています。胸が締め付けられる、肩に力が入る、息がしづらい。こうしたサインは、境界に何らかの歪みが起きているサインかもしれません。こうした実践を少しずつ積み重ねていくことで、自分と相手との間に無理のない距離が育まれていきます。そしてそれが穏やかな人間関係と安定した心の状態へとつながっていきます。今回はゲシュタルト療法の代表的な概念である境界について、その意味と典型的な4つの歪みのパターンをお話ししました。境界は目に見えるものではありませんが、私たちの日々の感じ方や人との関わり方に大きな影響を与えています。人といると疲れてしまうとき、なんとなくしっくりこないとき、その背景には境界のあり方が関係しているかもしれません。もし人間関係で悩んだり、生きづらさを感じたりしているなら、一度立ち止まって自分の境界の状態に意識を向けてみてください。境界を整えるということは、相手との距離を遠ざけることではありません。むしろ自分と相手をきちんと分けて感じられるようになることで、安心して関わることができるようになり、結果としてより自然で温かいつながりが生まれていきます。日常の中で自分の感覚に少し意識を向けること、小さな違和感を見過ごさないこと、そしてほんの少しでも自分の気持ちを尊重してみること、そうした積み重ねが境界を少しずつ整えて、これからの人間関係をより穏やかで心地の良いものへと導いてくれるでしょう。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これからも時々心理学の学びをシェアします。応
応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。